やっぱどうしてもお金かけられないってなると、厳しい戦いになるのよ。ゲンゲン、ちょっと気になったんやけどさ、もし今ゲンゲンが、無一文の受験生になったら、あら。どうやって勉強する？だから受験勉強にお金かけられなかったらってことだよね。そういうことだね。いやー、どうだろうね。全くお金かけないで受かるって結構難しいからね。じゃあまあ、例えば、1000円以下。1000円以下か。1000円以下で。まあ、まず前提としてさ、受験って相対評価なわけじゃん。そうだね。受験勉強にお金を投資できる人たちがいるわけで、そういった人たちと戦わなきゃいけないっていうことを考えると、まあ、まずは圧倒的に不利な状況にいるっていうことは間違いないよね。そうだね。だからその上で、じゃあそこの中でどういうベストなことができるかって言ったら、まあでも、一応 YouTube とか、あと、まあチャット GPT とか、そういうなんかこうツールとか使えば、ある程度の勉強はできるじゃん。まあとはいえ、まあ0から合格レベルまで適切な YouTube の動画を一個一個、まあなんか見ていってみたいな、そういうことをしっかりと実践していくのは難しいと思うから、まあでもチャット GPT とかは英語の勉強とかは結構できたりするね。例えばその英作文の添削だったりとか、たくさん問題出してもらって添削するとか、やっぱ英語を使っていく中で英語力磨かれたりはするから、まあそういうことはできるかなって思うけど、まあ一方で数学に関してはチャット GPT 弱いって言われてるじゃん。そうだね。まあスターディのチャンネルにも過去の、まあいろんな数学の動画は載ってるけど、そのゼロからっていうものばっかりじゃないし、ある程度分かってるよっていう人が総復習のためにめちゃめちゃいい動画みたいな、そういうのを出してたり、で、それって自分がその動画の対象者かなっていうのをちゃんと判別するのって結構難しかったりしない？伝わる？今の。なんて言うんだろう。これは初学者向けの動画だとか、これはある程度勉強した人が総復習、受験前に直前期に見ることで、すごい整理される動画だとか、いろんな動画があって、見てみないとある程度わかんないところあるじゃん。そうだね。受験勉強、それだけで済ませられるかって言ったら結構難しいなって思うんだよね。まあ、あと、そうだな、図書館とか、まず行くかもね。だって図書館ってさ、いろんな参考書とか無料で見れるじゃん。市の図書館とか。そうだね。まあ学校に図書館があったら、学校って図書館ある？俺進学校だったからさ、普通にあったし、結構なんかこう参考書とかも置いてあったんだけど。基本的にはある。あるか。じゃない？じゃあ、図書館とかめっちゃいいんじゃない？いや、図書館はね、いいね。そう、図書館行って、そこにある参考書とかで勉強するっていうのは、いい戦略だと思うね。結構俺も受験勉強の時に、その、作業場所として図書館に行ったりしてたんだよね。まあ俺の場合は自分の参考書を持って行って、図書館にこもってみたいなことしてたんだけど、リフレッシュにもいいし、そのやっぱ自分の家でずっとこもってたらさ、煮詰まっちゃうじゃん。そうだね。そんな中、図書館行って、まあそこにある参考書とか使って勉強することで、まあある程度、まあお金かけずに戦えるのかなっていうふうに思うね。まあただその自分にぴったりなというか、これで勉強したいなっていう参考書、ドンピシャのものがあるとは限らないから、そこはまあある程度のガチャにはなっちゃうけど、まあやれることは、それぐらいなのかな。いや、今の話聞いてたら、割と図書館で勉強するだけでも、勉強はかどりそうやけどね。まあ勉強ははかどると思うね。でも、そうだな、まあ相対評価である以上、そうだね、参考書だけで受験乗り切るって、まあ諸説はあるけど、俺は若干効率悪いかなとは思うね。まあ現代文の文章でさ、一応こうちゃんと論理的に書いてある文章を読んで、ちゃんとその筆者の主張とか、体系的にこういうことを言ってるなって理解できる人って意外と少ないじゃん。だから現代文って科目があるわけで、例えば参考書に書いてある文章がずらっともう情報量の暴力だよね、あれは。あれをバーッと読んで自分の中で体系的に整理して、あ、こういうことだっていうのを自分一人の力で読み解いていくのは、まあ結構難しいと思うし、逆にそれができる人っていうのは別に元からある程度勉強ができるというか、ね、素養がある人は普通に参考書バーッと見て、あ、これはこういうことねっていうのをパパパッと自分の中で、その全体像を意識しながら、その抽象論っていうのを構築することができると思うんだけど、新しく学ぶ分野っていう風になると特にそうだけど、難しいよね。
それは、やっぱり、授業とかって、そのためにあると思ってて、俺の中でね、最終的に独学するのが一番効率がいいっていうのは、異論ないのよ。で、その独学をするために、授業があると思ってるね。だから独学の効率を最大化するために授業があると思ってるんだけど、授業の中で、先生が、いろんなね、情報がある中で、濃淡をつけてくれると思うんだよね。ここの部分がとにかく大事です。で、ここの部分のコアを押さえた上で、こういった情報をサブの知識として埋めていきましょうとか、どうしてこの解放に至るのか、みたいな、その参考書だったら、この問題の答えはこうです、みたいな。一応その解放のポイントとか書いてあるけど、それをちゃんと真の意味でというか、思考プロセスベースで、こういう問題見たらまずはこういうことを考えるよねっていう、シンプル書籍の何倍もの情報を伝えることができるわけじゃん。口頭だと。自分が独学でやるだけだと、限界があるところを、まずは授業で、その全体像を作ってくれたりとか、100ある情報の濃淡をつけてくれたりとか、その思考プロセスを丁寧に追ってくれたりとか、そういったいろんなことをしてくれると思うのね。で、その授業を踏まえて、最終的に独学するっていうのが、俺は一番大事だと思うから、だからさっきの話に戻ると、参考書、そうだね、図書館行って、参考書を開いて、それで受験勉強を完結させるのは、できなくはないよ。はい。至難の技だね。難しいと思う。それこそもう参考書を何冊も何冊も読んで、あ、ここの部分ってこういうことかって、初めて理解できるのかなっていうふうには思うね。だったらもう授業で、なんとなく理解したよと全体像分かった。じゃああとは独学で頑張ります。これがあるべき姿だなっていうふうに思う。そんなだって、300ページもあるさ、参考書を見て、その300ページ分をちゃんと咀嚼できるかって言われたら難しくない？難しい。ね。300ページの本読むのですらさ、結構大変なのにさ、参考書、もう情報量、毎ページ毎ページたくさん載ってるわけよ。それを自分でバーって読んで、よし、わかったって、いや、結構すごいと思うけどね。できるんだったら、いいと思う。できるんだったらほんと素晴らしい。だから、やっぱどうしてもお金かけられないってなると、厳しい戦いになるのよ。だからこそ、早めに始めるとか、そういうことはできるかもね。だからみんなさ、高校2年生ぐらいから、本腰入れ始めるわけじゃん。俺、多分、お金かけられないわって思ったら、もっと早くから、例えば、わかんないけど、高校に入学した時から、しっかりとコツコツ勉強するとか、そういうなんて言うんだろうな、お金をかけられない分、時間を多くかけるとか、そうすることによって、お金かけてブーストかけてくる人たちに対して、ある程度の対抗はかなりできるんじゃないかなと思うね。俺もさ、大学受験余裕組だったんだけど、もちろんお金もかかってる部分はあったけど、私立通ってたしね。でも、どっちかっていうと、先取りがね、一番功を奏したかなっていう気はするんだよね。そうなんだね。なんか中学生の時から、バリバリ高校受験の本読んで、で、もう、いいやと思ったら、あんま高校数学学んでない頃から大学受験の本とか、大学への数学とかっていう本パラパラって読んで、わかんないなりにずっと見ていくうちに、なんとなくその解放パターンが見えてきたりとか、そういうことはしてたから、で、それって別に本一冊ってさ、1000円ぐらいじゃん。だからいわゆる予備校に通って数学力を身につけたというよりかは、自分でもう本当に中学生の時からずっと数学の本読むのが趣味で、なんか寝っ転がりながらパラパラ見てみたいな、そういうことをしてた結果、なんかもうそういう数学的思考っていうのが身についたなっていうふうに思うから、そういう意味では他の人より早いスタートダッシュを切る。フライングではないんだけど、ね。フライング、受験にフライングはないからさ。でも他の人が足踏みしてる間に、先にスタートダッシュを切っちゃうと。これが一番いいね。お金かけられないなら、時間をかけよう。本当に厳しい戦いになるっていうことは覚悟した上で、じゃあ何できるっていうことを、考えていくっていうのは大事かもね。じゃあやっぱ、早く始めるっていう意志が大事なんだね。もうほんとそう。結局は意志だね。結局、めちゃめちゃお金投資して、予備校もたくさん通ってとか、そういう人もいると思うけど、結局本人の意思がなかったら成績伸びないのよ。
そうね。お金かければ絶対ね、成績伸びるんだとしたら、お金持ちがもう全員ね、受験合格しててっていう状況になるわけじゃん。でも現実は全然違くて、お金かけても本人の意思がなければ成績伸びないし、お金かけなくても本人の意思がものすごければ成績も伸びるし、現にそういう人はたくさんいるわけで、やっぱり最終的には意思こそが、そのお金のかからない、最大の特効薬なのかなっていうふうに思うね。やる気はプライスレスってことですね。もうそういうことです。お金がかからない。ということで、今回1000円以下でできる受験勉強について話してきたんですけど、最終的には強い気持ち、絶対受かるんだぞっていう強い気持ちが大事ということで、残りの受験生活も悔いがないよう全力で走り抜けてほしいなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。